皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。ローストチキンを描きました。日本でクリスマスの料理といえばチキンというイメージがありますよね。でもなぜクリスマスにチキンを食べるのでしょうか。そこには明確な理由がありました。後ほど詳しく説明しますね。ということで、この絵を描いた工程はこちら。では、それぞれの工程を解説しながら絵ができていく様子をご覧いただきます。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。下書きを書いています。私が使っているハードウェアはこちらです。ソフトは Adobe Fresco。フレスコはブラシの鉛筆がすごいなって個人的に思っています。私の絵は鉛筆を使って描くことがとても多いです。この下書きも鉛筆で描いています。下書きは形を取ることが目的です。なので線はこんな感じで雑でいいんです。線画を描く時の目印になればそれで OK。線画を描いています。ここでもブラシは鉛筆を使っています。下書きのレイヤーの不透明度を下げて、新しいレイヤーを上に乗せてそこに描いています。下書きも線で描いて、なんでまた線で描くのと思う方もいるかもしれませんね。線画は下書きの聖書です。下書きは形を取ることが目的なので、雑な線で描いています。その雑な線をきれいに描き直します。理由は、この線画を絵のガイドラインにするためです。絵が完成する最後までこのガイドラインを使います。背景塗りをしています。ブラシは油彩。フレスコの油彩ブラシは色の混じり合い方が本物っぽくてすごいです。次にお皿とチキンの下塗りをしていきます。ブラシはマーカー。この下塗りで基本となる色を塗っておきます。冒頭でなぜクリスマスにチキンを食べるのかというお話をしました。その理由はこの後説明しますが、チキンを食べるのは日本だけなんですって。書き込みをしています。ブラシは鉛筆。線画を薄く表示した状態で書いています。今までの工程はすべてこの書き込みのためにしています。下書きで形をとって、線画でガイドラインを作って、下塗りで基本となる色を塗っています。線画のガイドラインがあるので、形は悩まなくていい。下塗りで塗った基本の色があるので、そこからシフトさせて色を選べばいい。書き込みは本当に集中力のいる作業なので、考えたり悩んだりする要素をなるべくなくしたいんですよね。では、クリスマスとチキンのお話。日本ではローストチキンやフライドチキンなど鶏肉が一般的ですが、アメリカでは七面鳥が使われます。そしてヨーロッパでは七面鳥もあまり使われません。クリスマスと料理の歴史を見てみましょう。そもそも12月25日はイエス・キリストの生誕を祝う日。キリスト教が古くから信仰されているヨーロッパ諸国では特別な日です。各国ではこの日をお祝いするための料理が作られていました。イギリスではローストビーフ。北欧では肉より魚。スウェーデンでは豚肉料理。ではなぜアメリカはヨーロッパと違いクリスマスに七面鳥が出されるのでしょうか。大航海時代が始まるとヨーロッパの人々はアメリカ大陸に移り住みます。しかし移り住んでもすぐに開拓はうまくいかず、食料もあまり確保できませんでした。当時のアメリカにはヨーロッパ本土にいるような牛や豚もいません。飢えと寒さに耐えながら厳しい冬を過ごす開拓者たち。それを見かねた先住民が野生の七面鳥のことを教えました。七面鳥は北アメリカ原産の大型の鳥。一羽丸ごとローストすれば多くの人のお腹を満たすことができます。それ以来、七面鳥の丸焼きは特別な日に食べるごちそうになったと言われています。これがアメリカのクリスマスで七面鳥が出される理由とされています。日本でクリスマスが一般的になったのは1950年頃と言われています。高度経済成長期に差し掛かった日本は、貪欲にアメリカの文化を取り入れていきます。クリスマスもアメリカ文化の一つとして浸透していきます。しかし日本では七面鳥を入手することは困難でした。それに代わってチキンをクリスマスの料理に使うようになりました。つまりクリスマスでチキンを食べるのは日本だけということですね。ということで絵ができました。
ちなみにクリスマスではフライドチキンを食べるという方も多いと思います。これはケンタッキーフライドチキンが始めた戦略なのだそうです。昔日本にいたアメリカ人が七面鳥がないからチキンを食べに来たと言ったそうです。それをヒントにした当時の営業担当がクリスマスにはケンタッキーというコマーシャルを打ったことで、現代のクリスマスにはフライドチキンという文化が根付いたと言われています。この動画が面白かったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。